はい、それでは今日は2月の28日、2月もこれで終わりです。今日は暖かい春のような陽気です。ヤギがのんびりしております。それではメロン農家通信定期通信始めていきたいと思います。はい、すげえあったけ。今日はもう20度、昼間20度とかで、夜温ももう5度以下にはあまりならないな、6度7度とかですね。でこれいつも最初に行く部屋ですけど、収穫になりました。ちょっとずつもいでおります。せーの、どうだ。はい、まあまあいいメロンになったよ。いまいちだな。これはいいけど、すっげえいいメロンがあったんだよな。結構もうだいぶちょこちょこもぎ始めて、糖度はね、測って、あれだ、動画の中で測ればよかったな。こんな感じ。糖度は、16度ちょいぐらいですね。交配後54、55ぐらいです。交配後でもう起きました。まあまあ大きさもかなり大きくて、2週続けて、先週はこれで今日蒸気やりました。終わって、でもう明日か明後日には植えたいと思います。蒸気やって、もうあっちっちよ。今やったばっかりだ。熱い熱い。蒸気ってな具合で、先週植えた、先々週か、植えて2週間経たないぐらいだな。どんどん大きくなります。春なので。で次の部屋が交配、ちょうど交配になってる。これが植えて27日ぐらいで交配になりました。今日2日目。これが昨日の交配、これが今日の交配、これが今日のお花ってな感じですね。まあいい感じでいっております。もうね、あったかくなったし日も強くなってきて、本当メロンがニコニコしてる。嬉しい限り。であとはそうだ、いろいろあるんだ。まず育苗の方高見メロン巻きました。それとあとディーバも巻いた。であとはあれ、これが高見で、ベロッサも巻きました。両方ともディーバ、ベロッサは赤肉です。でディーバはやっぱり高糖度系の、去年もやって20度オーバーしたメロン、今年も20度オーバー目指してやろうと思います。でこれシークワーサーとクガニだいぶ成長してきた。これってさ、1個しか巻いてないのに芽がこんなにいっぱい出てくるやつ、1本のやつもあるし3本のやつとかもある。これも3本出てる。これどうしたらいいのかな、調べてみよう。これも出てきてる。これはこれも出てきてる。クガニ 100%。 シークワーサー、これ一番最初に出たやつ、結局やっぱり枯れちゃったな。軸がなんか最初なんか枯れ始めてて、ということはこれもダメだな。あと1個だけまだ顔が見えないやつがあるけど、これはダメかな。でもそれにしても成功率半端ないですね。
ほぼ9がに全部出たし、これは9本、10個巻いて8個巻いて7本、あと1個だけ。いい感じいい感じ。春。そして実はこれです。東京の仲卸からの方から送られてきた、これね、また後で説明しますが、ジャックフルーツの種ちょっとまいてみようと思います。ジャックフルーツ、パラミツとかジャックフルーツってパラミツとかっていう植物、まあ熱帯植物かな。あったかいとこじゃないとやっぱりダメなやつなんですけど、ジャックフルーツとかあんまり、そっか、沖縄の方にはあるっつったのかな。なんで本州ではなかなかやってる人はいないみたいなのでチャレンジしてみます。果たして芽が出るかどうか分かんないんだけど、マンゴスチンは今取り寄せてるんですけど、次始まるのが4月とかそぐらいだっていう話なので、そうしたら仕入れて巻いてみようと思います。巻き方も視聴者のインドネシアの方に教わってあるので、今度こそきっちり発芽させたいと思います。でこれいいメロンになったよ。うちのメロンもほら真っ白白で、ほらいいメロンになってきた。でこっちが F5 ですね。いい感じ。ちょっと伸びすぎないように気をつけなきゃいけないぐらいの。でもあれだな、乾いてんな。水一回くれてやるか。一回くれてやろう。水一回かけます。GO。 これね、こうやって6列あるんですけど、それぞれの列が平らになるように時間設定が10秒おきに時間設定できて、でボタンを押すと水がかかる。もちろんタイマー設定もできる。出てきてる。ポタン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 、水かけ。昔は全部手でかけてたんですけど、こう楽になったんだけど、この道具に慣れるまではやっぱり1年ぐらいかかったかな。水の加減がちょっと難しくて、どれぐらいかけたらどうなるかっていうのがちょっと感覚がわからなかったから難しかったです。はい、これ4種類のメロンネット回ってきた。今日これからあれやります。栄養剤をちょっとこの取り終わってからやろうと思います。でこれがついに変化が来たよ。ぶどうシャインマスカット、ついにシャインマスカットが水をあげ始めた。ほらわかるかな。水をポタポタと、ほらほら、こうこれ水をあげ始めた。下にポタポタと落ち始めたからね。この木が水あげ始めた。他はまだか。でも他も朝は水持ってた気がするんだよな。やっぱ暖かいんでブドウも目覚めてきましたね。目傷やらなきゃ。目傷と、あとあれだ、メリット塗りやるか。メリット青窒素を塗ってあげる。ここいら、ほらボタン。目覚めてきた。
ここのとここのこの目がこの目が大きくなってくるようにちょっとじゃあ軽くメリット塗ってやろう。で今週はねお客さんがいっぱいいろいろ来たんだけど、まずあれが来ました。野村さんって萩原農場のブリーダーが来てもらってメロン見てもらって、全部いい出来だったんで見せられてよかったです。それとともに島根県のメロンの生産者の次の後継ぎの子が来てくれてメロン見せて、で今まで大分の大学行ってたみたいなんですけど3月で卒業でこれから就農するみたいでメロンを教えてほしいということだったんですけど、いや教えるのは教えるんですけど、お父さんの農業を継ぐんであれば一回自分家の農業がどれぐらいかっていう聞いても面積ぐらいしか分からなかったのである程度ちょっと分かるぐらいまでお父さん手伝ってから来た方が分かりやすいんじゃないのかみたいな話をしてみて、これからまたどうなるか相談しながらいろいろ決めていこうと思いますが、はい、これがだいたい交配後8、9ぐらいです。もうほぼ毎週と言っていいぐらいメロンがもげてる。面白いな。で最初に見た温室が今もいでて、次はこれもぐんだけど、こっちは今生産中です。よれやっぱり太陽が強いんで冬場の水切るのに時間がかかる時は9日とか10日とか切ってたことあるんですけど、今4日目でかなりヨレヨレになったのでもう明日戻してあげようと思ってます。さあどんな感じかね見てみましょう。今日髪かけたんだよな。こんな感じ。これいまいちな。こんな感じ。もう一伸び欲しいですね。でも今伸びすぎちゃうんでこれぐらいでいってあと約2週間なんで最後の一伸びでちょうどいいかもしれないな。はい、これももう1日2回。ほらいいメロンだぜ。よかった。うまいんだよねこのメロン。この品種意外と気に入ってて美味しいのよ。病気は何もいない。きれいに作れてる。さあブドウは目覚めてきたけどバナナのはどうですかね。じゃあちょっとコメント返しいきますか。コメント返しいきます。またこの1週間にたくさんのコメントありがとうございます。はい、いきます。先週の21日の農園通信で、名古屋ミーチンさん、ガスのね話で、冷たいやつはドライアイスですね。まさにドライアイスです。
でも液体ボンベでドライアイスは少ししかできないでしょうね。何に使うのかは興味あります。それからバナナですが、枯れた葉っぱは早めに取った方が病気予防になると思います。まさにこのバナナ。じゃあそろそろ枯れた葉っぱを取っていこうと思いますが、もう寒いの来ないでしょう。枯れた葉っぱだけ取っていこう。取っていきます。でさらにそうか、ディーバとベルダを種を買ったっていうやつで、コメント返ししたら、了解しました。ディーバは2価取り、ベルダは1価取り、高見は4価でいきます。いいじゃないですか。面白いですね。いいと思います。で、ちーくん、4種類の周到系メロンの動画。夢中になって無言になるのは職人気質ですよね。あのスピードでやらないと終わらない感が漂ってきて、マジ大変な仕事だなと思いました。そうっすね。でも自然に速くなっちゃうな。ほぼ、毎日というか1週間おきにやってることの繰り返しなんで。はい。もう一個、ちーくんは、これは、やっぱりメロン通信の、いつものちーくんです。種の保存ってやつ、種の保存ってやつですね。種を託されるって結構プレッシャー高めの案件かと思いますが、森田線的にはどう捉えますか？プレッシャーはあるんですけど、ちゃんとに発芽させて、で動画でどうだったかっていう、うちの品種名前がだいたい同じ、冬3とか冬3の A とか夏7とか夏4とか、そういう同じような名前のやつがあるんですけど、岡山で、維持されてきた、例えば冬さんとかで僕が維持した冬さんとかと成長って品種的に違いがあるのかっていうやつを、検証しながら、動画を作っていきます。今から冬系はもう負けないんで、夏4とか夏7のやつをこの次ぐらいの、次にまく種の時にやっていきます。ちょうどそうすれば4種類のマスクメロンのシリーズが終わる頃になると思うので、それに続いてやっていこうと思います。としひろさん、都庁のアドバイスありがとうございます。29日にライデン森田メロンマリアージュが発芽しました。12センチポットで赤玉土7、腐葉土2、バーミキューライト1の配合で元肥は入れてありません。定食まで N6、P10、計カリ5の、液肥を500倍に薄めたものを週1回与えていました。丈夫な苗作りに秘訣がありましたらアドバイスお願いします。丈夫な苗作りか。まず発芽させて、カイワレが転用して、で本葉が出てきたらもうずっと水をあげ続けるんじゃなくて、最初はマイルドに乾かして水をあげるっていうやつで、だんだんその乾かすのをしっかり乾かしてあげるっていう風にしていくと、結構強固な苗ができると思います。水かけの感じだね。あとはアミノ酸とか液肥とかを週1回与えてるんだったら十分かもしれないですね。であんまり今度窒素を上げすぎて、葉っぱ大きくしすぎたりすると、栄養成長に偏ったりすると花芽がつきづらくなるかもしれないので、そこら要注意かな。でも定食の時のなんつうのかな、プレッシャーじゃないけど、定食の時に1回、メロンが移動して苦労したりするので、その時にもやっぱりなんつうの、ちょっとしたインパクトで切り替わるきっかけにはなるかもしれないですね。なのである程度水をずっとかけ続ける、濡らし続けるんじゃなくて、ある程度乾かしながら。でも初期にそれやっちゃうと今度根っこがまだ弱いので、やっぱりカイワレが転用して本葉が出てきてぐらいから少しずつ乾かしたらかけるっていうやつを心がけたらいい苗になると思います。はい。で昨年マンゴスチュンの種5個をまきましたが発芽しませんでした。種の乾燥が原因。 Google AI 先生は
種が乾燥すると発芽量が急速に落ちるため、食べてすぐにまくのが成功の秘訣です。また精製水に24時間浸すと発芽率が上がりますとのアドバイスです。タイ産が5月ぐらいから出回るため再チャレンジしようと思います。タイにいた頃は1キロ50バーツ170円と安く美味しいためよく食べました。そうなのよ。僕は初めて食べたのはインドネシアですね。インドネシアでもうずっと食べてた。マレーシアに行った時もずっと食べてた。美味しかった。次、土の釣り吉やっくん、土の pH が7から 7.5 ですが、メロン栽培としてはどう思いますか？駆動石灰入れにくくて有機カキ殻にしています。1ヶ月後の植え付け目指してそろそろ始めるとこです。7から 7.5 か。 7.5 ぐらいまでだったらまあ許容範囲っちゃ許容範囲なんだけど、やっぱり 6.8 から7ぐらい pH は目指したいかなということで、確かに駆動石灰は入れづらいんだろうな。あと、ただマグネシウム有機石灰はいいと思います。カルシウム補給でそこまで pH 高めないのでいいと思う。いい選択だと思う。そうすると今度駆動が足らなくなるな。駆動を補給するために何か入れたいですね。単純に考えるとリュウマグはpH がそんなに高くなくてマグネシウムすげえ豊富なんでリュウマグがいいけど、まあ駆動系の何か肥料を少し入れた方がいいかもしれない。で pH を下げるのであれだと、まあ、簡単にあれするんだったら硫黄をまいてあげればあれだけど、なかなかそこまで劇的にちょっと硫黄とか強すぎるんであれ無調整のピートモスとか、無調整のピートモスは結構 pH 高いから混ぜてしっかりしてやると土もふわふわになるし pH も低く抑えることができる。例えばだからあと 0.5 から0. まあ1下がってもいいんだな。 6.5 から7ぐらい1下げるんだったら無調整っていうやつだとpH が調整されてるんでそんなにこの pH を下げるには効果がないので無調整のピートモスは結構酸性なんでそういうのを入れてあげて、まあ、堆肥代わりに入れてあげると pH を下げながら土をふわふわにできる。ホームセンターどこのホームセンターでも多分売ってると思うんで、もしあれでpH が気になるようであれば、入れてみたらいかがでしょうか。それでは次、峰子やんばるさん、4種類のアルスメロンのやつで、摘果の動画で、選ばれるメロン摘果されるメロンどちらもメロンには変わらない。ヤギさんたち幸せね。そうですね。摘果したメロンはヤギが大好きなんでヤギにあげてます。それで玉釣りの動画4種類のマスクメロンのでメロンアットホームさんどのような種類の肥料を使用していますか。うちは有機配合肥料有機 100% の配合肥料を使ってるんですけど、なかなか売ってっかどうかわかんないんだけど、まあ使うんだったら有機家庭菜園とかだったらホームセンターで有機系のやつでだいたい654とか655とか NPK がそこら辺のバランスがいいかな。まあそれは特にそんなでもなくてもいいか。その有機系の肥料をババって入れてあげると味も乗るし一気に効いてこないでマイルドにこうじわっと効いてくるんでいいかなと思いますね。僕んちのやつは肥料の動画昔撮ってあるのでここと概要欄に貼っとくのでそちら見てみてください。配合肥料でその動画の
ちーくん、おはようございます。自分は去年アザミウマというよりはアブラムシでダメにしました。名古屋ミーチンさん同様にトレボン乳剤を使用しましたが全く効果なしでした。そこでまた質問ですが、古い農薬は効果も薄れますか？この薬剤は自分が買ったものではなく義祖父が10年前に買ったものかと思います。それとじゃあ似てるので、名古屋ミーチンさん、自分のアザミウマ対策は去年はトレボ乳剤でしたが今年はマラソン乳剤にします。同じものをずっと使ってると対抗性ができる。確かに合ってるんだけど、トレボンはピレスロイド系、農薬を選ぶときはラックコードっていうやつ、剤に名前は違っても剤が同じものとかが結構あるので、そのコードが被らないようにローテーションを組まないといけない。で例えばトレボンはいくつだったかな、トレボンあまり使ってねえから分かんねえんだよな。テルスターとかも同じピレスロイド系、確かピレスロイド系の農薬なんで、3番だったかな、3A というか、テルスター持ってるからな。テルスターラックコード書いてねえな。ラックコード多分3いくつだったと思う。ピレスロイド系なんですよ。ピレスロイドっていうのはあれ夏になんつうのかな、部屋の四隅にシュッ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 ってやると蚊が落ちる、蚊とかハエが落ちるっていう CM があると思うんですけど、あれがピレスロイド。哺乳類にはほぼ効果がなくて、虫にはてきめんに効果があるってやつで、浸透とかじゃないんで当たったやつを退治するみたいなやつで、マラソンは有機リンだね。有機リン系っていうやつで、どっちの剤も結構昔からある剤で、それが効果がないとは言わないんだけど、アブラムシとかコナジラミとかあとはアブラムシ、コナジラミ、アザミウマ、それ系のやつは9番がいいですね。6番か、6番。これがラックコードっつうんだよな。これ6。いいかな。これアファームっていうやつなんだけど、これはこれ500、100のやつがあそこに普通に売ってます、ホームセンターに。なんでこれはそのコナジラミにもアブラムシにもどれにも効きます。でこれも9番、ほら名前が違う、6番だ。これも6番、名前が違うんだけど同じ6番、殺虫剤、分類ってのがあるから6番。若干剤は系統は同じなんだけど若干剤が違うので、これを2回使うんであればどっかのタイミングでこれをやってまた他の剤を入れてから今度これを入れるみたいな感じで使ったりする。そのラックコードの動画も今度あれしましょう。これグレーシアってやつだけど、これは30番で、これはカスケード。これはねちょっと特性と効きが特殊なやつで、分類なしなんだよな。これは卵が脱皮できないようにというか、そうする薬で、どっちかって言ったら殺すっていうより増やさないみたいな薬です。 BSF で、これがダブルシューター。これは5ですね。5番だからあれと一緒。ディアナとかスピノエースとかと同じ。そういうことを考えると結構あるんだよな。ディアナどっかあったよな。ディアナも5番同士。系統が同じものは続けて使わない基本です。あとはそれこそまたホームセンターで買えるアルバリンとか、これはネオニコチノイド系っていう薬で、これは4番 4A っていう薬。4番ね。4番って4とか A、 例えばこれでトランスフォームなんか 4C ですね。
まあ、4系統は似てるんだけど、その中でまたちょっと違うっていうことで。これも普通にまだまだアブラムシにも何にも効きますよ。アブラムシもアザミウマも、コナジラミもまだ効くんで、ローテーションの中に入れても全然いいと思う。あとね、どうしてもアブラムシが退治しきれなくてどうしようもなかったら、アブラムシに特攻でとにかく効くのはうらら DF。まあ僕が言ってるのはメロンね、基本メロン。これでね、メロンアブラムシ類見えっかな、アブラムシ類、メロンスイカ、アブラムシとコナジラミ。でもコナジラミはそこまで効くと思わずに、もうこれはアブラムシに対してやる薬だと思った方がいいかもしれないな。まあ多少はコナジラミにも効くんでしょうけど、このうらら DF、 このねラックコードなぜか切れちゃう。でまだ続けます。でこのベストガードってやつもホームセンターで買える。これも 4A だから、これかこれをやってあげれば意外と効きます。でそんな高くない。であとはファームは1作に1回ぐらい入れといた方が、あれは浸透系の薬なんで1回かけておいてあげると、またそこ食べた時に虫に効くみたいなところがあって、そうですね、そんな感じで、トレボンが悪いってわけじゃないけど、新しい系統のやつで、そんなあれ2000倍、両方で2000倍だな、確か。アルバリンも2000倍、ベストガードが1000倍かな。で、アファームも2000倍。そんな感じで。だから、1個買っとけば、そんな、なんつうの、いくらでもできるというか、何回でも使えるんで、ちゃんとに取っとけば。トレボンもまた取っときましょう。違う材、番号が違うから。確か3番系統だと思ったんだよな、トレボンって。テルスター系統だからな。あれ、ピレスロイド。こんな感じですね。農薬の話になると、結構、コナジラミとかの時期とか含めて、結構、農薬の話とかみんなでしたりするんで、ちょっと話し始めると長くなりますね。はい。そんな感じで、また1週間頑張っていきたいと思います。そうだ、ハウスがもうそろそろ完成しそうです。1週間で。今度現場の動画ちょっと撮って、来週完成した暁にはこのメロン通信でお伝えしようと思います。で、来週の目標は4種類のメロンの動画。それと、あとはジャックフルーツの動画。それとあれが来た。苗が届きました。ブドウの苗2本枯らしちゃったので、長野パープルとあそこのヤギの上に2本やります。でも苗も高くなったな。長野パープルが1万いくらで、もうシャインマスカット仲間が1本植えたいっつったんで、それも1本買ったんですけど7800円。シャインマスカットの続き苗で、これが長野パープル、これがもう1万何歩だよ。1万超え。長野パープルいくらだろう。こっちも持ってきたかな。ぶどう苗、シャインマスカット、こんな値段です。 BK シードレス9100円、1万600円。長野パープル BK シードです。来週ぐらいには植えたいと思います。植える動画も撮らなければいけない。やることたくさん。メロンの収穫、メロンの定食、ジャックフルーツを植える、ブドウも植える、そしてあれだ、シャインマスカットに実傷をつけなければいけない。ハウスも作らなければいけない。てんてこまいだな。そして金曜日には100姓の集まりが多分80人90人の集まりがあるんで、そこで集まりをして農水省の偉い人に講演してもらって、
あと全国から百姓にゆかりのある人たちがいっぱい集まるんで、そんなイベントもあるので、来週はちょっとえらいことになりそうです。まあ頑張って1週間、来週が多分早い今年の春の僕の山場になるかもしれないので、来週1週間頑張って、で来週は土曜日に出せるかわからないです。金曜日が百姓祭りなので、7が土曜日だから、まあでも遅くとも日曜日にはまた定期通信上げていこうと思うので、また来週も見てください。はい、それでは、2月、2026年2月28日最後の、メロン通信です。以上です。もしよかったらグッドボタンをください。以上です。